光の柱に見えるでやがるが。恋、何かわかるでやがる？ここからでは何とも。根人千里で覗いてみますので、少しお待ちください。あちらは本能寺のあたりだね。嫌な予感がするよ。ええ、嫌な予感は的中のようです。どういうことでやがる？あの光は鬼の元とも言える怨念の塊、青白き鬼火の群れのようなものだと推測されます。鬼の元？それってどういうこと？根人千里で見えたものはそれだけです。詳細は分かりかねますが、あの光は天に昇り、日の本全土に広がっていくように見えます。ということは、鬼がこの日の本の津々浦々にまで広がっていくということか。おそらく。なんともはや。一体本能寺で何か。待ってください。あの光の柱、どうやら洛内だけでなく遠方にも。あれは大和の吉野あたりですね。洛内の柱と同じような黒き光の柱が立ち上っています。吉野か。どうしたでやがる？天球様、急ぎ金利に向かいましょう。なんだか嫌な予感がする。でやがるか。カオル、もっと急ぐでやがる。葵様、宮より何やら怪しげな光が。ええ、見えていますよ、ユキ。あのまがまがしき光の柱をあなたはどう見ます？あれは怨念でしょう。鬼の、いや、おそらくはこの大乱を巻き起こしたものの強き怨念と見ます。死してなお異形に身を落とし北血を望むか。その執念は見事としか言いようがありませんが。死すればこそ生前の夢を見続けたいのでしょうが、強き怨念は猛毒にしかならない。毒にやられる者がこの日の本全土でも数多く出現するでしょうね。すぐに都に向かいます。健介様が危ない。はっ。良き鍵、良き扉、良き刀となってくれた。これにて我が願いは成就されよう。感謝するぞ、荒川が末よ。遠き石より来たまれびと新田健介。荒川と呼ばれた源義国を祖とし、我が業を支えた新田の系譜、その末が石を渡り歩くことによって刀は神器となり変わり、末の魂もまた神器へと変容した。そして陳の持つ勾玉もまた神器としての役割を与えられ、まれびととなりて石より来た末の鼓動によって陳も目覚めさせられた。そして末よ、貴様は鬼を切り捨てた。たんと切り捨てた。そうすることによって貴様の中にある観念が浮かんだはずだ。当世では鬼は存在するものとしてな。その観念はあやふやであった鬼の存在を確固たるものとし、そして鬼は当世で安定を得た。存在が存在するために必要なのは、その存在を認識するものだ。存在を存在として認める者がいなければ、その存在は存在できぬ。存在するという概念を持たなければ、その存在は定義されぬし、固定もされぬ。定義されなければ、その存在は存在し、かつ存在しないものとなる。じゃがその論は成り立たぬ。外史の起点である新田健介が鬼という存在をあるものと認識した時点で、鬼はあるものとして存在することになったのだ。
当世においてそのすべてをあるものとしたものは他ならぬ新田健介貴様であり、かつ貴様を通して見るものであるのだよ。そしてあるものとなった鬼を切り捨て続けることで、神器である刀もまたその存在を変容させた。その変容を認めた貴様によって、刀の存在はまた違う存在として存在することを許されたのだ。鬼とは何ぞや。鬼とは人にあだなすもの。刀とは何ぞや。刀とは鬼に特別な効果のあるもの。吉野とは何ぞや。鬼を操るもの。そのすべての存在をあるものとしたのも、存在が存在することを認識し、存在することを当然のように受け止めた貴様によるものだ。そして起点である貴様は、先の外史による物語の終幕を否定し、当世にて新たな外史の扉を開いた。だが否定し、そこで終えようとしたところで、すでに陳はここに存在しておる。だからこそ、今この時より陳を中心とする新たな外史を始めるのだよ。そう、たっと基地を持つ陳が望む新しき日の本を築くため、貴様が開いた外史の扉を利用させてもらう。そのために陳は存在しているのだ。陳は希望する、熱望する、渇望する。陳を否定し、陳を拒絶した鎌倉をはじめとする下船の武士の思い上がりに罰を下し、古より続くたっと基地による神聖を断行するのだ。これ式のこと、平気だ。今の音は何なのよ。ミク、あれを。ケンスケ？それにクオも。ミク、光、無事か？無事かじゃないわよ。クオン、あんた足に怪我を。大事ない。それよりも今は奴を成敗せねばならん。あいつは？あれが吉野だ。南朝の主にして期待の野心家、そして健介と同室の者。市外の者。わけわからずな鬼の黒幕ってわけね。エリカは？エリカは笑顔を浮かべ満足して言ったのだ。いつか必ず約束を果たしてくれるだろう。事態がはっきりしたのなら歓迎よ。あいつを討ち取って幕を引きましょう。ああ、すべてを終わらせるために、そしてすべてを始めるために。
当世では壇の浦にて失われた神器が揃い、先の外史の終幕は否定された。ここからは新たな外史の始まりとなる。天に向かってそびえ立つ鬼の種は、やがてはこの日の本すべてを包み込み、新たな鬼が生まれいずるであろう。高間ヶ原より降臨したイザナギと、その妹イザナミより生まれたこの神の国は、神の血を引く陳のものである。だが今は侍でさえない武士などという下賤の輩に好き放題に荒らされて、この信州も薄汚れた血に汚されてしまった。拭っても取れんぬひの血ならばそれでよい。土が汚れたのならば、汚した雑草を刈り尽くし、その血肉を肥やしとし、新たな土にすればよい。その新たな土に種がまかれる。種をまけば、新たな日の本の民の出来上がりだ。そう、陳の可愛い臣民たちだよ、新田健介。この日の本の民を狩り尽くし、その全てを鬼にするとでも言うのか。鬼？それは貴様らから見たらであろう。陳から見れば人こそ鬼、鬼こそが陳を慕う誠の日の本の民である。誠の民たる鬼がこの日の本に満ちた時、陳はようやく戻れるのだ。陳が望んだ、陳が治めるはずであったあの時の世界へ。吉野の正体は持明院島に喧嘩売った期待の野心家にして南朝の主。一種の英傑であるのは認めるが、怨霊になってまでうつしおの権力を欲するとはな。はためいわくの話。陳をなぶるか、下郎ども。血統から考えても、この日の本の正当なる支配者は陳であろう。正当なる日の本の支配者である陳に反抗する者は、その全てが悪であるのだ。悪は滅ぼさなくてはならない。そして悪を滅ぼすために陳の手足となって働く鬼どもは、悪を滅ぼすための存在であるがゆえに正義の存在なのである。陳に歯向かう下賤の武士を駆逐し、この日の本を正当なる主である陳が支配する。これこそが正しい歴史、正しい認識、そして正しいありようなのだ。なるほど。生前の学より導き出した王者の執念、そして覇者への侮蔑ですか。頭のいい野心家ほど厄介なものはないという典型ですね。なんとでも吠えるがよい。もはや舌を使う時は過ぎ、手足を動かす時である。まずはすでに役目を終えた起点を排除する。次はみこしの担ぎ手どもに退場してもらおう。新しきことを始める前に、世の隅々をすがすがしくせんとならん。みこしはもはや用済みである。当世より稲。
術か。確かにそうとも言える。だが、本質はそうではない。荒加賀が据えよ。減らず口を。貴様はよくよく口から先に生まれいでたようだな。不敬な言だが、まあよい。許してやろう。陳の褒美だ。荒加賀が据えよ。貴様は片城の役目を果たし、陳の思惑通り新たな外史の扉を開いた。貴様はもはやお役御免であり、当世に存在する必要はない。だから放逐したのだよ。そうだ。貴様が意志より招かれたことで当世がねじ曲がり、さらにまれびととして居続けることで、当世のねじ曲がりが極まり、新たな外史の扉が開いた。陳の望む鬼たちが常在し、増殖し続ける世界への道を開いたのだ。褒めて使わす。だがこれ以上貴様が当世に居続けるとねじ曲がりがひどくなるゆえ、ここに隔離しておくことにした。この無名長屋にな。だがそれだけでは今日がない。新しき当世が開かれようとしている今、この日の本の正当な主として王の人事を示してやろう。貴様とつながりのあった武士どもの断末魔の声を楽しむがよい。突然健介の姿が消えたと思ったら、バカみたいに鬼が湧いてきて一体なんだってのよ、もう。喋る暇があったら鬼を押し返す。わかってるってば。健介が消えてすでに一刻ほど。鬼の数は減るどころか増えるばかりか。鬼はもともと凶楽の民。成敗するのは心苦しいが、やらねばならん。大丈夫か、カズハ。いささか疲れはしているが、まだまだ。主様が戻ってくるまでは何とかしてみせよう。すまぬ。我が動けぬばかりに負担をかける。なあに、愛しき君を待つ間、帰ってくる場所を守って戦うておるのだ。何の負担があろうか。鬼との殺し合いは夜らに任せておけ。貴様は全体のことを見よ。クオン様、鬼がさらに出現しました。完全に包囲されてます。前は私たちで何とかします。クオン様、カズハ様、それにご当主様方は少し後方にお下がりください。全軍の指揮の源は私たちだから、下がるわけにはいかない。しかしこのままでは。まずはザクロたちとのつなぎは。まだ取れない。だけど多分こっちに向かってる。あの光の柱を見ればそうも動くか。とにかくここはなんとか持たせるわよ。防衛戦は得意。任せる。頼りにしてるわよ。光、そっちは。粉雪、トト、指揮を任せる。おう、この山形粉雪様にお任せだぜ。でも親方様、天球様率いる武良勢の半数はまだ落外なのら、このままじゃきついのら。だけどきっと大丈夫。この状況を座視する子たちはいないから。そういうこったぜトト。あたいらの仕事は大将たちを守ることだぜ。わかったのら。じゃあコナ、前は頼むのら。任せとけだぜ。いいよ。それにコロ、二人は松葉や粉雪たちと協力して戦線を維持してやれる。頑張ります。なんとかしてみましょう。お願いね、
それにしてもこれってどういうことだと思う？健介の知恵袋さ。二人の意見を聞きたい。意見と言われましても、残念ながら私たちは写し世のものですから、あやかしの術には通じていません。推測するならば、おそらくはエイリカさんと同じということでしょうね。鬼のような外道を操る主界にふさわしい道理から外れた力です。桂木さんの行者殿や安倍の播磨の神のようなということですか？かもしれないという可能性の話ですが。頭脳派のお二人さん、今はそれどころではありませんわよ。ハニーがお戻りになられた時のためにもこの場を死守しませんと。そうですね。では健介隊はこれよりこの場の防衛に当たります。前線蒲生衆は後方に、八須賀衆は前へ出てしばしの時を稼いでください。了我も手を貸すぞ。解。あんたはいいの。足怪我してろくに動けないんでしょ。守ってあげるからおとなしく手当てを受けておきなさい。しかし連合の大将はあんた一応ね。だから黙って言うこと聞いとけバカ。ミクの言う通り、健介が戻ってきた時にみんなが無事でなければきっと悲しむ。だから今は守られていればいい。すまぬ。我が身の無力が悔しくてたまらん。無力だと自覚できたことを行幸に思いなさい。人一人の力なんて無力なものなんだから。私は健介と知り合ってそのことに気づかされたわ。本当なら私はこんな場所にはおらず、越後信州の国境で光といがみ合ってるままだったでしょう。だけど健介と出会って光と手を取り合い、今こんなところにいる。少し前には考えもしてなかったことが健介と出会って、いえ健介を介して出会ったさまざまなことがあったからこそ私の状況は激変して、今こうやってここにいるの。そのことを後悔はしていない。むしろ感謝しているわ。楽しいってね。そう、健介がいて私たちは変わった。人と人、二人が手を取れば二人分以上の、三人ならば三人分以上の強さが生まれてくると知った。だかああ、健介があやつが戻ってくることを信じて戦い続けよう。ええ、あいつならきっと必ず戻ってくるわ。うん、必ず。だからこそ。聞け、新田の旗に集う者の二ちよ。今敵の主界の妖術により健介は我らの前よりその姿を消してしまった。しかし我は信じている。奴ならば戻ってくる。必ず戻ってくると我らはそう信じている。なぜならば奴には多くの見目麗しく心根正しい最高の妻たちが待っているのだから。
思いの強さだ。強き思いは世界を、物語を、歴史を時に創造し、時に破壊する。陳の思いは片白のいない当世を創造するほどに強いのだ。貴様などには分からん思いの強さを陳は持っているのだ。この世のすべてを恨み呪っているのだ。陳を拒絶し否定し踏みにじった者どもを、陳を利用し裏切り腹の中で侮蔑する者どもを、己の正義をさも当然のように振りかざし身を殺し心を踏みつけ、自分勝手な正義の定義に人を押し込め、そしりなじり否定して越にいる愚者どもを全て根絶やしにするために。だから陳も同じようにするのだ。身勝手に好きなように否定し利用し拒絶し侮蔑し、命も尊厳も踏みにじり根絶やしにしてやるのだ。だから役目を終えた片白である貴様はもはや不要なのだ。新田健介、陳の大門を邪魔する者はその全てを排除する。貴様もみこしの担ぎ手たる不浄の武士どもも無明の暗闇に沈み朽ち果てるがよい。貴様が朽ち果てた時、その時こそ誠の意味で新しき外史の扉が開くのだ。
何をやるというのだ。貴様にはもう何もできまい。貴様を取り囲む現状をどうやって乗り越えるというのだ。貴様は役割を終えたのだよ。割り振られた役目を終えたのだ。ならばおとなしく死にゆくがよい。ほざきよる。しかしそんな遠吠えを吐いたところで目の前の事実をどう覆す。諦めの悪いやつだ。抗うか。だがこの状況で一体どのように抗うつもりだというのだ。何もできるはずがなかろう。その諦めの悪さは称賛に値するが、貴様が諦めなければ当世は変化できず、貴様の大切な者どもは苦しみ続けることになる。戯れに見せてやろう。貴様の連れ合いどもの最後、見とってやるがよい。さすがにこの数はきついわね。光、そっちはあまりいい状況じゃないでしょうね。兵は傷つき倒れ、しかして鬼は際限もなくか。さすがに辛くなってきたの。だが負けるわけにはいかん。ヒヨさん、玉薬の補充をお願いしますわ。ダメだよ梅ちゃん、もうないの。もうなくなりましたの？この激戦じゃさすがにね。ヒヨ、私も梅ちゃんと一緒に前に出るわ。そんな、コロちゃん大丈夫なの？私の腕でどこまでできるかわからないけどさ、ここはやるところでしょ。死んじゃ嫌だよ。みんなでお頭をお迎えするんだからね。分かってる。絶対死なないよ。大丈夫ですわ、ヒヨさん。コロさんはこの私が守ってご覧に入れます。でも梅ちゃんも疲労困憊じゃ。そうも言っていられませんわ。とにかく貴っとき方たちをできるだけ前に出さないようにしませんと。マリも前に。却下ですわ。梅ちゃん、どうしてそんなに意地悪言うの？別に意地悪で言っているわけではありませんわ。駿河を再興するためにはマリさんがいなくては話になりませんからね。だから却下ですの。今はまだ私たちが健在ですもの。ご安心してくださいまし。それにマリさんだけでなく、ここには箸より重いものが持てない方々もいらっしゃいます。マリさんはお二人を守って差し上げてくださいまし。お役に立てず申し訳もなく
梅さんたちにばかり負担をかけてしまって。何言ってんだよ。てめえらは頭を使って戦をする。俺らは体を使って戦をする。違いはあれど戦ってるのは一緒じゃねえか。あら、たまには良いことを言いますわね。たまには余計だっての。シノ、雫、久保とマリ、それに殿さんたちをしっかり抑えておけよ。最悪の場合、先に下がってくださいな。しんがりは私たちが務めますゆえ。だぞ梅！分かってますわ、小夜叉。行きますわよ。どうだ？貴様が開いた新たな外史が貴様の女どもを苦しめる様は、貴様が当世に現れさえしなければこやつらは無事でいたかもしれないものを、貴様のせいでこの女どもは苦しみ泣きわめき、そして鬼に殺されていくのだ。貴様が来たことで、そして今貴様が諦めないことで、女たちは苦しみ死んでいく。滑稽だな、荒川が末よ。貴様は陳の望みを叶えるために女たちと出会い日々を過ごし、そして陳の望む世界を押し開いた。その結果がこれだ。貴様と縁を持ったことで女どもは地獄に落とされ、この日の本には血の雨が降ることになる。すべて貴様のせいでな。元凶である貴様は何もできず、女どもが苦しむ様を見続けるしかない。だが良い手があるぞ、荒川が末。貴様がこのまま諦めればよい。現状を覆そうなどと考えず、諦めて無明の闇に飲まれてしまえば、新しき当世はすぐに始まる。そうすれば女どもは苦しまずに済むのだ。どうだ新田健介、諦めて無明長夜の闇に飲み込まれてしまえ。なんだ、絶望で声も出んか。つまらんやつだ。もっと陳を楽しませよ。泣いてわめいて陳を楽しませろ。苦悶を浮かべて泣きわめくこの女どものように。なんだと？そんなざれ言実現するとでも思うてか。陳がそれをさせると思うのか。そうか、
ならば貴様は死ね。ここで死ね。絶望にまみれて孤独に死ね。真の子らよ、この者に絶望を与えよう。まだ諦めんというのか。貴様はなぜそうまでしてしがみつく。もはや望みなどないというのに。それでこそ健介殿です。今から扉を開きます。初めて私が存在し、そこから続いた世界のさらに先、新たな物語の扉を。貴様、まさか先の外子の。願えば生まれる可能性の世界だからこそ、私はまた新しい私になれた。そしてそれは誰しもが持つ可能性。今こそ、あの時の願いが成就する。さあ、戻りましょう。どれほど先に続くのか、可能性に満ちた新たな世界へ。よくぞ戻ってきたな、我が背の君。信じておったぞ。健介様、健介様、ご帰還何よりです。お頭、兄、お待ちしておりましたわ。よくぞご無事でお戻りに。お帰りなさい、健介殿。説明は後で。今は私を信じてください。私は今までの私にあらず、人の、あなたの願いに救われ、生まれ変わったもの。だから、天にはためく新田が旗は日の本鎮守の祈りの証。この世を乱す悪鬼の群れを。神に代わって成敗いたす。
役は二兵が受け持ちます。長尾衆を右、武田衆を左に配置。中央は織田衆で固めます。承知したわ。全軍をあなたたちに託す。光たちは鬼を蹂躙する。ありがたし。ならばこの際全てを振り絞り、全軍を勝利へと導きましょう。我らの手に勝利を。かかれー！逆賊どもめ、身の程を知るがよい。反撃ののろしは僕らから。行くよ、イチ。行こう、まこっちゃん。ああ。ヤマトの空行くニオの葉は悪を切り裂く正義の翼。すべての悪を切り裂き、飛べ竜の道のり。続いていくよ。濃滅無量罪、濃焼無量福、砕け貫け愛千万か。こっちも負けてられないわね。待つわ。やる。天笠松葉の血雨舞、メイドの土産に披露する。松葉の傘は血染めの舞傘、しぐれを散らし天下を晴らす。天笠家お家流血雨舞。相変わらずえげつないお家流だぜ。感心してる場合じゃないのら。こっちも負けずにやってやるのら。おや、甲斐の武田にその人ありと、信濃に越後に飛騨するが、四国四海に鳴り響く。山形粉雪、ここにあり。仲間以外は全部敵。貴船問わずにみんな敵。それがあたいの心意気。逆賊上等、鬼上等。てめえらの曲がった魂、あたいの闘魂で叩き直してやるんだぜ。行くぞー。さあ飛べー。コナはいまいち格好がつかないのら。ほっとけ。三話か続けー。やっと出番だ。キリキリいくよ。鬼狩り開始。なんだ、なんなのだ貴様らは。不浄の武士がなぜそこまで陳に逆らう。陳は貴様らの主人ぞ。悪あがきをしたとて世の流れは変わらん。すでに当世は新たな先へと走り出したというに。その明日を否定したいから我らは悪あがきを続けるのだ。あがいてあがいてあがき続けて、自らが望む明日を手に入れる。どれほどの困難があろうともあがき続け、苦しみ続け、それでも全力で生きていく。全力で生きている私たちの邪魔をするっていうのなら、怨霊だろうが鬼だろうが全力でぶちのめして前に進んでやるわ。貴様ら、炎に巻かれ鬼に食われて死ぬがよいわ。まずいです。周囲は鬼と炎に囲まれて動きを制限されてしまっては反撃の目がなくなります。しかし三河岡崎が城主、
松平次郎三郎元康水産なりお助けに参りましたよ、我が君。加納さん。我が愛しの三河武士友よ、主である我のため鬼どもをことごとく食らい尽くすがいい。応殺せよ。アヤナもやってやるですよ。アヤナ、持ち場を離れちゃう。雰囲気に飲まれて火がついちゃっても。やれやれ、いとこ殿は相変わらずのようで。葵様が健介殿を守ると松平衆に恩返しをさせたのですよ。おかげで頭脳派の私はもうヘトヘトで。ああいう特殊な人たちと一緒にしないでいただきたいものですね。鬼よ、いでよ、早くいでよ、もっといでよ。陳の王業を支えるのが貴様らの役目であろう。はよいでよ。鬼の出現数が明らかに減っています。そろそろ打ち止めということかの。しかし最後の一押しの力が今の我らにはありませんからな。どう手を打つか。ではその一押し、我らに任せてもらおうか。鬼の狼藉裁くのは風林火山と乱れ竜。姉妹の力を一つとし、今こそ芝居の幕を引かん。越後の竜と海の虎、その相我がここに揃い踏みっす。私たちが道を切り開きます。健介くん、幕切れは任せたよ。全軍攻撃を開始なさい。道が開いたよ、健介。行ってこい。蹴りをつけてらっしゃい。気をつけてね。新田健介、貴様まだ陳の邪魔をするか。陳の慈悲を拒絶してあくまで逆らうか。下船の血で身を汚すまいと慈悲をかけてやっていれば調子に乗りよって、貴様は陳自ら殺してやる。日の本の正当なる主の手にかかって死ぬことを光栄に思うがよい。新田健介！
バカめが、貴様の刀は人を傷つけることができんのを忘れたのか。陳は鬼にあらず、うつしおに存在する人であり神であるものよ。逃がすと思うか。貴様はこれでしまいよ。貴様が死ねばこの当世は陳のものとなる。このまま死ねよや。人で神なら大好物だ。食らってやんよ、てめえのすべてを。貴様神だなんだか知らねえが、あの世で母に殺されてこいや。これで終わったと思うなよ。陳が消え去ったとしても、この日の本に鬼の種はまかれたのだ。この神州を武士のものになぞさせるものか。呪ってやる。貴様らに死よりも辛い地獄を味わわせてやる。その地獄のような現実に苦しむがいい。やったな、健介。母、褒めてくれっかな。ちげえよバカ。俺だけじゃねえ。二人でだろ。貴様も無事でよかった。まあ私は別に心配してなかったけど、健介なら絶対勝つって信じてたし。光は心配で胸が潰れそうだったよ。あんた何どさくさに紛れて抱きついてるのよ。早い者勝ち、そういう問題じゃないでしょ。どうやら夜が明けてしまったな。一晩中戦ってたってわけね。さすがに疲れたわ。お腹すいた。健介殿。ええ、我が名は南光坊天海。
ですがただのエイリカになれました。はい、私の話はまた後ほどいずれ語る時もあるでしょう。ですが今はこの結末をことほぎましょう。一つの物語がひとまずの結末を迎え、そして新しい可能性の扉が開かれた。その可能性は先の物語と当世の物語を内包し、また新しき物語が綴られることになるでしょう。ですがその扉を開く前に、今はしばしの休息を。